MV ログ MB サポートビデオブログ。こんにちは、MB サポートの管理人です。今回の動画は PC ケース内を掃除します。そのため大量のホコリがモザイクなしでフル HD で映ります。苦手だなと思う方は速やかに目を細めてご視聴いただければ幸いです。結局見てもらうんだ。前回 CPU ファンが故障して交換した際、エアダスターで PC ケース内を掃除したところ、思いのほか簡単に綺麗になったので、本日は2007年に自作したビクトリアと呼ばれる PC を掃除します。早速ホコリが目立ちますが、普段は Fire スクリーンで隠れています。確か最後に開けたのはビデオカードを買い替えた時、作業日誌によると2017年4月14日の金曜日、約3年ぶりに皆さんと一緒に PC ケース内を見ることになります。前回同様 Windows をシャットダウンして電源ユニットのスイッチをオフにします。電源ケーブル、LAN ケーブル、ディスプレイケーブル、USB ケーブルなどを PC 本体から外します。どこに何が接続されていたのか覚えておきましょう。まあ、毎回取り外してから気がつくのですが、3年ぶりなので PC ケース内に未確認生物が住んでいないとも限りません。エアフローに優れている PC ほどホコリが内部に入りやすい。そう信じたい。よし、コードを避けながらビクトリアン PC を移動します。ゆっくりとね。こちらが何かと皆さんにからかわれている13年前に自作した古い PC です。前回の動画と同じ PC ではと思われるかもしれませんが、こちらの PC ケースは初代クーラーマスター CM962 プラスを使っており、2011年に自作した PC には同社の後継モデルを使用しました。こちらは USB 2.0 対応、後継モデルは USB 3.0 対応です。まあ、クーラーマスターが好きってことだね。ダイソンに頑張ってもらった後は、クイックルワイパーハンディの出番です。この PC はクーラーマスター社のワンランク下の PC ケース、センチュリーの 534 プラス BL で組み上げましたが、PC ケース内の熱処理にうまく対処できず、上部、前面、底部がメッシュ構造でワンサイズ大きな PC ケースに買い替えた経緯があります。背面の I/O パネルやカードの接続部分のホコリを掃除機で除去します。今まではこれしかやりようがありませんでした。でもこれではホコリを除去しきれません。そこで登場するのがエアダスターです。前回のビデオで初めて使ってみて本当に便利でした。PC ケースから取り外してホコリを拭き取るしかなかった背面ファンもこのように綺麗になります。すごいですね。まあこれにより PC ケース内は大変なことになっていますが、これをしたら PC ケース内のホコリも必ず除去する必要があります。電源ユニットのホコリも吸い取ります。この電源ユニットはケース内のエアフローに関係しないように設置されています。故にエアダスターを使ってもホコリは PC ケース内に飛びません。いよいよ PC ケースの中にメスを入れます。手で外せるハンドルネジ最高。まずはケース内にアクセスできる側面パネルを外します。本来はサイドファンケーブルをマザーボードから外す必要がありますが、経年劣化で異音がするため3年前に外してありました。今回はこれにも対処します。上部パネルを外す都合上、もう片方の側面パネルも外します。そこそこ汚れていますね。赤いシリアル ATA ケーブルが昔の ID ケーブル並みに散らかっています。マザーボードは ASUS P5B プレミアムビスタエディション。次は前面パネルを取り外します。
これは力技だったような気が。手前に引くと。うわぁ。ほこりが舞う。ほこりの積もり方がやばそう。ほこりで目詰まりしています。上部パネルは内側3箇所の爪で固定されていたような気が。コマンドでレジの下にボタンを探すような仕草で。いいね。反対側も同じです。OK。みんな準備はいい？ SE 間違えたか。まあまあ、一旦落ち着きましょう。深呼吸して。汚れている方が掃除しがいがあるってものですよ。PC ケースのフレームの方は掃除機でそこそこ綺麗になります。そうだ、今のうちにいいねボタンをクリックしてください。頼んだぞ、ダイソン。まあそこそこ綺麗になる。うわー、びっくりしました。ここはクイックルワイパーハンディが活躍。掃除機をかけてはクイックルワイパーハンディ。掃除機をかけてはクイックルワイパーハンディ。この PC ケースにはファンが3個あり、前面のみ 140mm LED ファンがついています。ここは掃除機やハンディでもホコリを除去できません。こういう隙間にはハンディが強いのですが、でもエアダスターがあれば。すげえ、羽の裏のホコリが飛んでいきました。もう一回やるね。すごいね、エアダスター。レーブはメッシュになっています。電源ユニットの吸気口にホコリが溜まっていますね。ここから吸い込んだ空気は PC ケース内ではなく背面に排出されます。このメッシュでホコリが止まるので電源ユニットの内部に問題はありません。そう信じてる。夢見てる。次は CPU クーラーとマザーボードです。電源ユニットのケーブルは脱着式なので、ケーブルから電力を必要とするビデオカードを増設するまでは混み合っていませんでした。前回はサイドフロー型でしたが、こちらはトップフロー型です。CPU ソケット周辺も冷やせるため、当時は注目されていたと思われます。上部ファンはイオンがするのでケーブルが接続されていません。今回はこれも外して直します。ケーブルはどれかなあ、ケーブルが接続されている。ってことは13年間動いていたのか。すごいな。すっかり忘れていました。ならばエアダスターで掃除してあげましょう。ほんとファンを掃除するのエアダスター最高。いい感じね。リテールファンから変更したのが2010年5月24日なので約10年使っています。その間 CPU ファンを外して掃除したことはありません。やはりファンの上から掃除機で吸っても効果がありません。10年間で堆積されたホコリとしては少ない方かと思われます。ですよね。綺麗になりました。CPU ファンを元に戻して、よし、固定できました。ヒートシンクやファンのホコリをエアダスターで吹き飛ばしたということは、マザーボードの上にホコリが堆積しています。そのホコリを掃除機で吸いやすい位置に移動します。マザーボードの基板に付着したホコリを飛ばし、掃除機で吸い取ります。掃除機が基板に接触しないように注意します。
あるいは PC ケース内からホコリを外に飛ばします。増設したカードの基板に付着したホコリもエアダスターで一撃です。クイックルワイパーハンディだとハンダに引っかかってうまく除去できません。ハードディスクドライブが5個収納されています。そのうちの1つはケーブルが接続されていません。壊れているからね。マザーボード関連の掃除が終わったので、あとは PC ケースだけです。平面はエアダスターの出番がありません。クイックルワイパー最高。これでケーブルマネジメント部分は完璧です。フロントパネルの目詰まりを解消します。ここが詰まっていると前面から空気をうまく取り込めません。そろそろエアダスターが弱ってきたかな。どうせすぐホコリだらけになりますけどね。サイドパネルの 120mm ファンはイオンがするため、ケーブルを抜いた状態で使っていませんでした。今回はこれをグリスアップして治るか試します。テパーネジを4本外します。外しました。前回 CPU ファンの交換作業でイオンがする PC ケースファンも交換しました。上部にあるファンで映っていませんが、騒音が聞こえますよね。うるさいね。こちらが取り外したイオンのする 120mm ファンです。クーラーマスター社製2011年6月7日とあります。今回作業するにあたり購入したものはこちらです。精密ドライバーは最初の作業で使いましたが、ステンレスピンセット 125mm 先ボスタイプ AA 型1本で事足ります。プラスチックやゴミにも強い株式会社 AZ のシリコングリースを使いました。もっと安価なクレ工業のシリコングリースメントペーストやタミヤセラグリース HG でも良かったのですが、これしか手に入りませんでした。CPU のシリコングリースの方が高価ですね。この作業は YouTube で見つけたビデオを参考に半信半疑で試します。概要欄にビデオの URL を貼っておくので、そちらも参考にしてください。ファンのメーカー名がプリントされたシールを剥がします。こっちですね。こっちじゃありません。こっちです。この作業をするとメーカーサポートを受けられなくなります。ご了承ください。ペロッとな。キャップも一緒に取れてしまいました。キャップが取れない場合はピンセットや精密ドライバーで外します。ファンの中心はこんな感じです。ルーペを使って撮影しています。白い部分が樹脂製のスナップリングです。まずは古いシリコングリースを除去します。この白い部分は円に見えますが、一箇所切れています。多分ここが切れています。初めての作業だったので精密ドライバーでスナップリングを外していますが、先の尖ったピンセットだけで外せます。ほら、切れ目があるでしょう。このスナップリングでファンが外れないようになっています。ファンを持ち上げて軸から引き抜きます。この時気がついていませんが、もう一つオーリングを外す必要があります。これがファンの内部です。中央の古いグリスを拭き取ります。こちらの映像はさっき外したサイドファンですが、オーリングに気がついて取り出しています。すべてのファンについているかは不明です。こちらも古いグリスを拭き取りましょう。これがオーリングです。白いスナップリングと黒いオーリングのグリスを拭き取ってなくさないようにします。綿棒で古いグリスを拭き拭きします。元の色がわからないので何とも言いません。こんな色でした。軸に付着した古いグリスも拭き取ります。
古いグリスを拭き取ったら新しいグリスを塗ります。今回使うシリコングリスの色は白です。美味しそうだね。シリコングリスの入っているチューブにファンの軸を突っ込みます。真似しない方がよろしいかと。おお、つけすぎ？まあ、ようじで伸ばせばいいのでは。こんな風にね。こっちもようじを使ってシリコングリスを塗ります。シリコングリスは樹脂やゴムに塗っても大丈夫です。こんな感じで塗ります。新しいグリスを塗ったのでファンを元に戻します。私は作業中、グリスアップを気休め程度に考えていました。異音がするのはファンが消耗したからだと思います。オーリングを元に戻します。先が細いピンセットが便利です。コツがいるけどね。いいね。次にスナップリングを元に戻します。切れ目をうまく利用して先の細いピンセットで戻します。もちろん置いただけではダメですよ。少し慣れが必要ですが、軸を穴に通します。いいね。つけすぎかな。キャップとシールを元に戻せば完了です。シールの粘着がなければセロテープで留めればいいでしょう。これであのイオンが消えるのか？ちょっと信じられないですね。半信半疑ですが、グリスアップしたファンをサイドパネルに取り付けます。側面に風の向きが記されています。ここはケース外からケース内に空気を取り込みたいと思います。鉄板ネジを対角に締めて取り付け完了です。いいね。綺麗だし。そしたら各パネルを元に戻します。綺麗になったね。まずは上部パネルです。続いてフロントパネル。もう埃は舞いません。ケーブルマネジメントスペースの側面パネル。最後に除去しきれなかったマザーボードのホコリをエアダスターで下に落とします。掃除機で吸い取ったら完了です。ケースファン3個と CPU ファン1個が回転していますが静かですね。このマザーボードにはスクリーン両と呼ばれる USB 接続の外部モニターや電源のオンオフや音量などを操作するリモコンが付属していました。不思議なマザーボードですよね。今ではどちらも使っていませんが。サイズ、カブト、クーラー SCKBT-1000。こちらは10年ほど使用しています。休憩を取りながら3時間ほど作業していましたが、オーバークロックなどの設定は飛んでいませんでした。CPU 温度が高いので CPU グリスを塗り直すべきかもしれません。まあ CPU ファンが 700rpm を下回っているので静音重視かもしれませんが、そして今回一番気になるのはイオンがするファンはグリスアップで改善できるのか。私は過去に何個か買い替えてきたので、これで治るなら目から鱗がなんとやらですね。すごい、治っちゃった。ってことはグリスが劣化して軸が何かに当たってイオンとなるのでしょうか。問題はこれがどれくらい持つかですよね。作業を終えて10日ほど経過していますが全く問題ありません。もっと早く知りたかったです。
電源ユニットのファンもこれで直せますね。本日は私が PUBG ライトやマインクラフトで遊ぶ古い PC の掃除とファンのグリスアップをしました。普段オールド PC だの、ビクトリア時代の PC だの、早く買い替えなよと言われている PC の中を皆さんにお見せすることができました。いかがでしたか？エアダスターがあまりにも便利だったので、コンプレッサーの物色を始めたくらいです。そしてシリコングリスによるファンのグリスアップの効果にも驚きました。最後までご視聴ありがとうございました。MB サポートの管理人でした。バイバイ。いつも最後を飾るのはナチョス2463。あ、最後の3は数字の3じゃなくて何々3の3ね。私は歌のお姉さんとか画伯とか呼んでいるのですが、呼んではないか。心の中で思っているだけです。その画伯が油絵を始めたとのことで、私の誕生日にこの絵をプレゼントしてくれました。すごーいって言われてますよ。ニヒルな意味をこぼす猫ちゃんが被っているのは、管理人が愛用しているディアストーカー、すなわち鹿打ち棒ってやつです。シャーロック・ホームズのトレードマークですね。MP とサポートの間は J ではなくてホームズのパイプが描かれています。まあ、誕生日の前日にワクワクして眠れないなんて年齢でもございませんね。これを見たとき、歯とか豆鉄砲を食ったような状態になりまして、表現がおかしいかな。シャーロック・ホームズとジェームズ・モリアーティがスイスのライヘンバッハの滝でワシャワシャした日であること。May the Force be with you のフォースと数字のフォースをかけてスター・ウォーズの日だったり、あるいはオードリー・ヘップバーンの誕生日だったりと、5月4日は私以外にも特別なわけでして、そんな中、朝起きてこの絵を見たときに不覚にも感動してしまいました。なんで不覚なんだよ。素直に感動して喜べって感じですよね。これからのナチョス2463の作品も楽しみですね。ありがとうございました。誕生日は朝からステーキを焼いて食べて、その後オレンジでマーマレード作りにチャレンジして、甘ったるい香りを40分ほど嗅いでいたら気分が悪くなりまして、いろんな薬を飲んでちょっと横になったら12時間も寝てしまって誕生日が終わってしまいました。